はい、それでは使う電装部品について簡単に説明します。まず CDI ですね。CDI はエンジンとセットで YSR80 のものを使います。でこの CDI はですね、ポッケのノーマルの CDI に比べて線が1本追加になっています。でその線というのが黒と白の線ですね。この線はですね、黒白の線はこの年代のヤマハの CDI 車に共通ですけれども、エンジンをカットオフするための信号が取れる線になります。でこの線をうまく活かすことで、キーをオンオフにしたりとかですね、キルスイッチでエンジンが止められるように、できるようになります。次にキーシリンダーですね。これはちゃんとハンドルロックができるようにするためにポッケのキーシリンダーから交換しました。でこのキーシリンダーですけれども、CDI 社のですね、先ほど申し上げた、黒白の線ですね、これが取れるタイプのものを、使います。はい、次に、ハンドルスイッチですね。このスイッチは私が SRX600 に使っているものと、全く同じタイプのものになります。廃炉切り替えや、ウインカー、ホーンでパッシングまでついてですね、左手で集中して操作ができるタイプのものになります。でこれは90年代のヤマハの車両のものの流用なんですけれども、まずこの年代のものなので、まだライトのオンオフスイッチが、ついててですね、います。で今回12V 化することもあってですね、バッテリーがちょっと容量の小さいものになってしまうので、昼間ですね、ライトを使わないでいい時には、スイッチを切ってですね、バッテリーをちょっとセーブしながら、使えるように、していきたいと思います。あとエンジンはジェネレーターコイルを巻き替えてですね、12V で発電できるようにちょっと手を加えました。でこれに対応できるようにですね、レギュレーターも汎用の 12V のレギュレーターを使っていきます。あとウインカーも LED にしますので LED 対応のウインカーリレーと、あとはウインカーのマーカーランプですねのところをちゃんと整流できるようにダイオードも組んでいきたいと思います。であとバッテリーですけれども、この 4A のタイプのバッテリーが使えるように、バッテリーケースも作ったんですが、どうもちょっとタイヤに干渉しそうなので、こいつはちょっと見送らざるを得ないかなと思ってます。でさらに小型の、このタイプのですね、バッテリーを、積もうと思います。せっかくケース作ったんですけどね、残念ですね。ハーネスは、車体に合わせてですね、長さがちょうどいいポッケの、ハーネスを、手を加えてですね使いたいと思ってます。はい、それでは、電装品組み立てていきますけれども、ちょっといろんな車両のですね部品を組み合わせたりするので、ちょっと配線系統図もちゃんとしておかないといけないなと思って、検討しました。でまずYSR80 のですね、エンジンですのでこれを基本にしようかなと思ったんですけども、ちょっと配線をですねこれだと書き足さないといけなくなるので、ちょっと見にくくなるということでこの、系統図を使うのは、やめました。で、使ったのは、メインスイッチと合わせてですね SRX の、キックの、すなわちCDI のタイプのですね SRX の配線系統図を使ってきました。でこれだとですね、SRX のメインスイッチがこちらですけども、ちゃんと黒白の信号を取ってですね、キーシリンダーのところでエンジンがオフにできるような配線系統になってきます。で、SRX の配線系統図ですけれども、ちょっとここに足りないのがですね、オイル警告灯ですね。
オイル警告灯の線を、少し足して、あとそれに伴ってオイルレベルゲージですね、のところの線もちょっと足すようにしています。あとはフラッシュランプのところには、整流ダイオードですね、これを組み込んでいきます。であとは、ハンドルスイッチですねは SRX はちょっとライトスイッチが右側に分離しているタイプなので、左側集中の、タイプのハンドルスイッチの配線系統図を、さらに追加しています。で今回使うハンドルスイッチですけども FZR400WR の、ハンドルスイッチになりますので、同社の、配線系統図を使っています。で、これそれぞれのですね、色をちょっと合わせながら、ポッケの、ハーネスにうまく、反映できるようにして組んでいきたいと思います。ちょっとなかなか大変な作業なんで、途中どっか間違えそうな雰囲気ですね。
ます。